アメリカの分断とかだよね。月末月初心配ですね。はいどうも、占い師の水森太陽です。今日も元気です。というわけで、今日はですね、2025年の11月2週目の時事会になります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ね、先週はちょっとズームということで、珍しいことやってみましたけれども、ね、お体は大丈夫ですか？のことだけ少しまだ、なんていうの？何声、風声というか。まあ、かすれというか。そう、残ってるけど、もう大丈夫じゃないかな。よかったです。ね、結構コメント欄でもね、心配の声がたくさんお寄せられましたけども、ありがとうございました。ね、ということで、水森先生復帰ということで、復帰というか、まあ、先週もやってますからね、あれですけども、今週もお届けできればと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ニュース行く前なんですけど、11月の予言の動画で、11月の上旬というか、中旬、まあ、11月12日、11日前後。11日前後ですね。日本にとって、まあ、あんまりよろしくないことが起きるんじゃないかと話をしてたんですけど。災害とかね。そう。地震とかじゃなきゃいいね、みたいなこと言ってたんですけど、9日に岩手の方で地震が発生しまして、ね、盛岡と宮城の方で震度4と。ね、しかもその後、津波がですね、岩手各地で、久慈市と大船渡で20センチ。まあ、幸いね、今のところ、ね、人的なあれは、ちょっと僕の見てる限りちょっとニュースとかでは流れてないんですけども、まあ、ここから1週間ぐらいは気をつけた方がいいということで、気象庁の。災害とかじゃないといいけどね、11、12、13あたりだよね。ちょうど今日収録の、そう、今週なんかあるのかなくらいには思うけど。ね、この地震じゃなきゃいいんですけどね、なんかもっと大きくなっちゃうみたいなのは本当にね、避けたいところではあるんですが、まあ、備えとくしかできないですからね、普段からね。本当にね、いつ起きてもね、本当怖いものではございますから、本当に災害対策は皆様ね、心得ていただければと思います。ということで、収録日は11月の11日、そして、アップは問題なければ11月13日木曜という予定でございます。ポッキーポリッツの日、にお届けします。では行きましょう。最初のニュース一つ目でございます。Perfume あーちゃん、一般男性との結婚発表おめでとうございます。おめでとうございます。テクノポップユニット Perfume あーちゃんが11日、もう今日ですね、自身のインスタグラムを更新。一般男性との結婚を発表ということでございます。昔からずっと友達で互いにいろんなことをしているベストフレンドであり、私のことを Perfume のことを心から応援してくれているファンの人ですと。ファンの人と結婚するのは私の夢でした。ね、10代の私おめでとう、やったねと喜びを綴ったということでございました。ね、よかったっすね。いや、ほんとよかったですね。ね、Perfume コールドスリープのね、ニュースの時に、そろそろその3人ともね、結婚とかあるんじゃないかみたいな話をしてましたらば、ちょっと早いですけども、本当に。ね、本当にしましたね。来年、あーちゃんなんか生産っていうかさ、なんかそういうタイミングだったし、なんかしてもおかしくないなって思ったんですけど、ね、もう去年くらいからそういう流れだったんじゃないかなと、星見る限りは思いますけどね。なるほどね。本当におめでたいお話でございます。おめでとうございます。他のお二人も何かね、今後、もしかしたら動きあるかもしれませんね。ね、なんかみんな節目だったよ。ね、ちょっと注目ではございますね。はい、続いて2つ目でございます。まあ、これもまあ、めでたいっちゃめでたい話ですよね。きっとね。フワちゃん、電撃復帰。プロレスでの活動再開表明でございます。人気 YouTuber でタレントのフワちゃんが電撃復帰でございます。プロレスでの活動再開を表明いたしました。昨年2024年の8月に、Twitter の方でですね、タレントのやすこさんへの、まあ、ちょっと不適切な投稿ということで活動休止をされていらっしゃったんですけれども、今回、スターダムの会場に行ってブルーのコスチューム姿でリングに上がって登場ということで、まあその決断の理由ですとか覚悟をすべて、なんとフワちゃん、敬語で語ったと。すごい。敬語で。すごい。しかも、最初に登場した時には、12秒頭を下げて、まあいわゆる土下座じゃないですけども、頭を下げた状態で、敬語も学びました。まあね、たくさん学ぶこともありますと。で、その中で、まあプロレスというのに、仕事で関わらせていただいて、ぜひやりたいと。ということで、覚悟してやってきたということだそうでございます。で、スターダムのね、社長の岡田社長はですね、まあこの件に関しまして、まあ単純に考えて、触れない方が波風は立たない存在ですと。まあね、おっしゃってまして。ね、ただ、もちろん、会社グループに対するイメージなどもあるんですけども、まあ、そう考えて、各所に相談して決めたということで、まあ本人は全然プロレスを軽く見てないですし、今回、プロレスやスターダムを知らない人にとっては存在を知るきっかけになったと思いますからね。真面目にフワちゃんがやっていけば、マイナスな意見も全く問題ないだろうということで、スターダムサイドとしては、ここからまあ応援していくぞと
いうような感じだそうでございますが、フワちゃんといえばね、大人気だったところからの一気に活動休止というところで、ございました。今後どうなっちゃうんでしょうか。なんか難しいところだなとは思いながら、今年空母の年なんですよ。去年とね、今年。だから、続くかなっていうのはちょっとあるかなと。ね、よくね、空母の年に始めたことはすぐ終わっちゃうって言いますからね。だけど空母のヘビー年の伊豆でしょ。だから、ある程度キャンセルされるかなって今月だったら。で、運勢としては、多分良くなってくるっていう最中。だから、まあね、これが続けられるかどうかはわかんないけど、なんか、負荷を与えられると伸びるみたいなタイプだから、いいんじゃないかなと。この復帰の形もいいんじゃないかなとは思うと。ただ、本人のメンタリティ的には実は負荷がかかると脆いようなところを持ってたりするので、運勢は上がるんだけど、この難しいんですよ。あなたはもうちょっと近いところあるんだけど、自我みたいなのが出っ張ってる人って、出っ張ってるんですよ、フワちゃんって。別に言わなくてもわかるよ。まあまあ、おそらくですけど、皆さんよくご存知かなっていう。そう。で、草薙くんも自我ちょっと出っ張ってたりするじゃん。まあまあ強いとよく言われております、私そも。こを抑えた方が運は上がるんだけど、抑えると本人のパーソナリティ的には結構苦しいんじゃないかなっていうタイプの子だから、頑張ってほしいけど、頑張りすぎて心折れないようにね、とは思うかな。そういう意味では、うまくちょっと自分の自我は出せるような場所はありつつも、まあ言ってみればそのプロレスなのかわかんないですよね。そこではしっかり。なんかチャレンジするのはいいの。だけど、自分の安全の砦というかなんかそういうのもないと、結構メンタルやられちゃう人もいるから、時期も空母だし、まあ心配は心配だなって思いながら頑張ってくださいっていう感じなのかなとは思いますけど。なるほどね。まあ本当にね、タメ語が当たり前だったフワちゃんが全編敬語ですし、いや、本当になんかいい方向にね、行ってほしいなとは思いますけどね。そうね、仲直りとか、もしあれだったら、ね、まあできないのかもしれないけど、まあ頑張ってくださいっていう感じかな。ですね。はい、ということで、フワちゃんのニュースでございました。さあ、ここからは政治、経済、国際情勢などのお話でございます。一つ目、立花隆 NHK 党党首、名誉毀損容疑で逮捕でございます。斉藤元彦兵庫県知事らの疑惑を県議会で調査していた元県議の竹内秀明さん、当時50歳を中傷したとして、兵庫県警は9日、政治団体 NHK から国民を守る党、通称 N 国党ですね、党首の立花隆容疑者を名誉毀損の疑いで逮捕したと。いうことでございます。立花党首の根拠のない発言がきっかけとなって、まあ、いわゆる SNS などで大量の誹謗中傷が相次いだとして、竹内さんの奥様が、まあ、今年の6月に刑事告訴していたということで、まあ、それが形になったというところでございます。今、ニュースでもね、いろんな話題が出ておりますけれども、もう、嘘だと分かっていて、つぶやいたんじゃないかみたいな、ような証拠などもなんか出てきてるんじゃないか。まあ、ちょっとね、細かいところはまだ分かっておりませんので、まあ、そのあたりはね、皆さんちょっとニュースチェックしていただければと思うんですけども、なんと言いますか、まあ、立花党首といえばね、本当に、話題を集めることにはこと書かない方ですけども、まあ、いよいよという感じではありますね。まあね、どうなんだろう。本人そんなにダメージあるかなとは思いますけど。なるほどね。星を見る限りね。星を見る限り、仕事の状況とかが変わるようなタイミングではあるのかなとは思いますと。で、プレッシャーみたいな結構かかるような時期ではありますっていう感じなんだけど、宣伝になるくらいに思ってるかもしれないなとは思いますけどね。この逮捕ですら宣伝。まあでも確かにやりかねないというか、そう考えそうではありますね。結構タフな人ですよ。この人の運勢が落ちていくとしたら、もうちょっと先なんだよね。27年の後半、28年くらいから、もっともっと落ちてくるのかな、なんていうふうには思いますけど、まだちょっと強いからね、宣伝に使うんじゃないかなとは思いますけどね。なるほどね。まあね、本当に様々なところでね、まあ話題紛糾と言いますか。まあ人死んでるからね。やっぱりね、そういうことはきちんとね、まあお考えいただきたいなと思うんですけども、なかなかね。あそこら辺はね、なんか、いろんな利権が絡んでるでしょ？まあまあ、そういうお話がありますね。だから、難しいし、あと、なんか SNS 規制じゃないけど、こういうのもそうだけど、要はメディアとか、それから与党とかだよね、に逆らうような言論とか、それをひっくり返すような言論が、要は神戸のね、斉藤知事の選挙で、なんか、ひっくり返しちゃったわけじゃん。まあまあ、そうですね。SNS の力とかでさ。だから、11月の末くらいから言論弾圧っぽいような感じは、
まあまあ、そろそろだよね。そういう感じはあるから、これきっかけにそういう方向にどんどんいろいろ動いていったら怖いなとは思いますけどね。確かにそうですね。そう。ね、高市さんね、好きな人も多いし、僕も全然嫌いじゃないけど、世論のうねりみたいなのがね、どういう風になるのかなって思って、注目はしてますけど。単純にこのね、立花党首の話だけではなく、そういった部分での広がりというところも含めてちょっと見ていかなきゃいけない。そうですね。まあ、やりすぎてたと思うんで、別に驚きはしないですけど。まあ確かにね。ということで、立花党首のニュースでございました。さあ、続いてのニュースでございます。こちらも SNS がですね、発端の話題でございます。中国総領事、汚い首、切ってやる。台湾有事の答弁をめぐっての X の発言、日本政府は抗議しております。中国の節賢駐大阪総領事がですね、ツイッターの方でですね、高市早苗首相の台湾有事をめぐる国会答弁に対して、勝手に突っ込んできたその汚い首は一瞬の躊躇もなく切ってやるしかないと投稿し、これに対して日本政府が強く抗議をしているということで、政府関係者が10日の午前明らかにしたということだそうでございます。この中国のですね、節賢総領事はですね、高市首相がですね、7日の衆院予算委員会で、台湾有事について、存立危機事態になり得ると答弁したというですね、朝日新聞の記事を引用して強く反発。覚悟ができているのかと怒った顔のマークとともに書き込んで、その後、削除したと見られると。いうことでございまして、なかなか汚い首を切ってやるっていうのはあんまり本当に漫画とかアニメの世界でしか聞かないようなセリフなんですけど、そんなのをちょっと、中国の総領事が書き込んでしまったということだそうでございますが。誕生日わかんないんだよね、この人ね。そうなんですね。なんか中国の方ってちょっと誕生日わかんないこと結構あるような気がしますけど。そうですね。だから、なんともだなって思ったんだけど、およそは出てるからそれで天体でも見ましょうか。そうですね。で、わかんないよね。やっぱり、旧暦なのか、新暦なのかっていうのもあるよなと思って、中国とかだと。そうですよね。ただ、木星の位置的には目立つような時期なのかなとか、土星的にはお羊入ってくると、ちょっとなんていうのかプレッシャーかかんのかなっていう感じはするから、確かに今、この人の人生でもちょっとした節目なんだろうなっていう感じはしますと。はい。なるほどね。だけど、わからんよね。やっぱり冥王星の影響も受けてるだろうし、とか、どの辺なんだろうなっていう。わかんないけど、個人的な見解でいい？いいですよ。ね。どうなんだろうね。だから、ちゃんと文句は言った方がいいと思うし、これ、日本とさ、中国逆の立場だったらさ、間違いなく追い返されるでしょ？そうですね。そのくらいしてもいいような気はしちゃうけどね。特に本国が多分今逃走中というかさ、いろいろ経済の問題があったりとか、政治もなんていうのかな、入れ替わるかもしれないっていうので、権力闘争真っ最中でしょ？で、不安定な時に、バサバサそんなこと言って揉めなくてもね、だってもう揉めるかもしれないっていう感じじゃない？そうですね。日本とはさ、ここ数年くらいは、高市さんって嫌いでしょ？向こうの人って。そうですね。一応ね、その対談の時に、中国のその国旗に向かって敬礼したみたいなので、ちょっと違うのかなみたいなニュースとか、SNS の反響みたいなのが、起きる。でも逆に言うとそれぐらい、高市さんやばいんじゃないのってやっぱり中国の人思ってたわけですからね。だから安倍さんも苦手だし、結局さ、日本の国益を大事にしようみたいなこと言うでしょ？それって中国の国益にかなわなかったりもするかもしれないじゃない？そこバランスですからね。難しいじゃない？だから、厄介だなとは思われてると思うから、わざわざ遺憾に思うくらいでいいと思うんだからね、日本みたいにね。ついね、こういうことを書いてしまったのか、何かしら意図があってのことなのか、ちょっとわからないです。日本人としてはふざけんなとは思いますけどね。言い過ぎだよね。ちょっと言い過ぎですよ、これはいくらなんでも。いやということでございますけどもね、今後ちょっとどうなるのか、ね、動向に注目でございます。さあ、最後でございます。本日ラストのニュースでございます。アメリカニューヨーク市長選、史上初、イスラム教徒の市長が誕生でございます。現職のアダムズ市長の任期満了に伴いまして、行われましたニューヨーク市長選挙。こちらが4日に行われまして、アメリカ CNN によりますと、トランプ大統領が敵視する民主党の急進左派で、州の下院議員、ゾーラ・マムダニ氏が、34歳の若さで勝利と。いうことでございまして、マムダニ氏、インド系のイスラム教徒という異色の経歴でございまして、当然のことながら初のニューヨーク市長ということになるわけでございます。このマムダニ氏の当選なんですけども、100万戸を超える家賃安定型物件の賃料凍結、市内のバスの無料化、そして企業や富裕層への新たな課税による無償保育制度の拡充
ということでございまして、このようにその生活を重視した公約を掲げたことがですね、今回の当選につながったというふうに言われております。ただ一方で、トランプ大統領は、マムダニ氏のことを共産主義者と呼んで批判しておりまして、今回の当選にあたってもですね、彼に渡る多くのものを承認するのは私だ。だから彼は私に親切でなければならない。そうでなければ成功できないと。自身が連邦資金のね、決定権を握ってんだぞということを確認したということでございまして、いやー、大変ね、ちょっとアメリカ国内の政治、大変なことになってるわけでございますが、いかがでしょうか、こちら。すごいよね。さすが移民の国というか、全然、あれだよね。なんか、ニューヨークとかって白人さんの比率ももう少ないんだよね。結構だから、そうらしいですね。そうだよね。多国籍的な感じだから、なるんだろうと。だから、日本だって移民推進高市さんでもしてっちゃうような感じじゃない。ちょっと期待してる人には悪いかもしれないけど。だけど、そうなってくると最終的にこういう展開もあるよなと。だって、あれだよね。もともと刑務所なくすって言ってた人だよね。そうなんですよね。2020年の選挙の段階では、刑務所もなくして、警察組織に関してもこの配信で進めていくみたいな公約を掲げていたということらしいですね。極左っていうことだよね。そうですね。だから、サンダースより左っていうことでしょ相当そうですね。そう、サンダースは別に俺そんなに嫌いじゃないんですよ。だけど、そうって、すごいなぁ、みたいな。そうです。今回は、その公約に関しては、その両方禁止だみたいな、その廃止だみたいなのはちょっと強すぎるなというところでバランスをとって、警察に関しては廃止はしないと。廃止とかそういうことは提言しませんと。で、ただ、いわゆるその福祉の面をもっと充実させることによって、それは大事だよね。そう、警察組織をちょっと楽にさせるとか、あと刑務所に関しても、古い刑務所を廃止して、新しいところに移設して建てましょうと。で、さらに言うと、その刑務所も、これ、脱獄化、逃げ出すじゃなくって、その刑務所じゃなくって、もっと違う、福祉的な感じみたいなのにするよ、みたいな感じにちょっとマイルドに変えたということが。理想主義っていうことだよね。そうなっていきますかね。いやけど、罰があるから犯罪しないっていう側面もあるじゃないですか。日本人の感覚的にはさ、もしかしたら理想的に感じる人もいるかもしれないよね。お金がなくて生活が苦しくて、万引きしちゃったおじいちゃんおばあちゃんとかが寒い中で警察が入ってんのはみたいな感じよりは、もうちょっと人権に配慮された施設でっていうような感覚だったらいいけど、ほら、銃とかさ、レイプとかさ、結構すごかったりするじゃない。そうですね。だから、文化の違いもあるから、大丈夫かしらとは思うよね。だから、なんかアメリカ右と左になんか極端にどんどんパカーって、すごいよね。分かれてね、本当に今二極化じゃないですけども、本当にそんな感じになっちゃってますね。そう。この人占ってみたんですよ。実際どうでした？いや、もう、運はいいよ。やっぱり受かるだけあって。そうですよね。これから27年の途中くらいまではいいかな。27年の後半、28年と落ちてくるけど、今いいですよ、全然。スタートダッシュみたいな感じで勢いますし、それに触発されてブルーステートじゃないけど、民主党系のところどんどん共産っぽい人が勝っていっちゃうのかな。実際ね、結構主要都市でのね、選挙の勝利数増えてるらしいですからね、本当に。だから、そう。主要都市っていうかさ、ブルーステートって主要都市なんですよ。そうか。そう。で、格差を広げすぎちゃったんだと思うんだよね。なるほどね。僕はさ、結局 AI が発展してリベラルっぽい感じ。リベラルでもないんだよな、俺な。再分配みたいなことがね、テクノロジーで叶ってくっていうのは全然いいと思うんだけど、正義を武器に叶えていくとかってなかなか難しいんじゃないかなと思うから、どうなったか見てみたいけどね。なるほどね。だって GDP 世界トップとかでしょ、ニューヨークって。東京以上だよね。そうですね。だから、そういうとこなんですけども、やっぱりちょっと格差がやっぱり広がりすぎてしまって。そうだよね。中間層のやっぱ支持をやっぱりちょっと共和党が受けられなくなってしまったんじゃないかっていう話がありますからね。共和党、そっか。そうです、そうです。民主党だよ、格差広げたのは。マムダにしては民主党なんですよ。クオモも民主党でしょ？クオモ民主党で、トランプはもともとクオモに入れてほしい。だけど民主党じゃないか。だから、民主党のさらに左でしょ、マムダニって。急進左派ですね。そう。サンダースみたいなもんだよ。なるほどね。そういう状況なんですね。そう。だから、従来の共和党もダメだし、民主党もダメだっていうことなんだよ。なるほどね。どういうイメージかな？令和新選組の山本太郎さんとかが東京知事になるような感じ？すごいですね、それも。C さんかな？ C 委
委員長とか、なんかもう、そのくらいだよ、多分。勢いで言ったら。すごいですね。だから、都民ファーストでも自民党でもなくみたいな。C 活動みたいな。おーってなりますね、ちゃんとね。何がどうっていうあれじゃなくて。大丈夫かしらとは思っちゃうじゃん。僕は、だから、へーみたいな。いろんなご意見がありますからね。アメリカめっちゃ格差すごいからね。こっから本当どうなっちゃうんでしょうね。いや、まあね、これ当然ね、ニューヨークといえばね、ウォールストリートもありますし、当然その経済の影響っていうのは、世界中に影響があるわけですから、いやいやちょっと、対岸の火事とは言ってられないですからね。いや、日本にだって何年か遅れてくるでしょ、だから、トランプ現象とかから10年遅れくらいで、ほら、参政党現象みたいな感じじゃない。確かに。極端に結構来るんじゃないかなと。で、その頃には AI でベーシックインカムだとかなってっから、全然日本でも似たようなこと起こると思いますよ。いやー、そういう意味ではちょっと。10年先とかだけどね。今後本当に占うじゃないですけど、よく見てた方がいいですね。そう思います。11月の後半って言えば、トランプさんの運勢がなんか結構、なんか危ないんじゃないけど、なんかその話ありましたよ。言ってた。そういう意味では、これもなんかちょっと影響ありそうな。確かに、まあ、アメリカの分断とかだよね。月末月初心配ですね、確かに。よくニュースは見ておきたいですね。本当ですね。というわけでございまして、以上本日は5つのニュース、お届けさせていただきました。いやー、なかなかね、世の中の流れ、いろんな変化がございますけれども、ちょっと引き続きね、ちょっとこの、アメリカの分断とか心配ですよ。本当ですね。ということでね、この占いと自身も引き続きね、続けていければと思っておりますので、そのためにも皆様よろしかったら、高評価、チャンネル登録、コメント、スマホでご覧の方は、ハイプ、こちらの方もどうぞよろしくお願いいたします。そして、2026年の運勢、様々な動画が上がっております。いよいよ、毎年恒例といいますか、皆様からご好評いただいております、2026年の予測動画、水森先生による予測動画もですね、アップしていきますので、皆さんよろしく、ハイプとかコメントとかしていただけるととてもありがたいです。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、というわけでございまして、また次回お会いいたしましょう。ありがとうございました。またね。